Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは。ひときです。僕は普段オノマップという YouTube チャンネルで日本語を楽しく教えていたり、日本で医者をしていたり、体を使って日本語を勉強するカードゲーム GoGo ジェスチャーを作っています。今日は医者は病院行くとき医者と言わないというテーマで話したいと思います。ですね、この前、日本語を勉強している人だったら、もう一度は見たことある YouTube チャンネル、あかね的日本語教室の、あかねさんとランチに行ってきたんですよね。で、もうあかねさんはもうすごいね、もうものすごい優しくて、で、お綺麗で、もう話してても頭がいいのがすごい伝わってくるし、もう真面目だし、日本語を教える愛がすごい強い方なんですけど、そんなあかねさんからぜひエピソードを作ってほしいって言われたものがありまして、それが今日のテーマの、医者は病院行くとき医者と言わないというテーマです。あかねさんから、そういえばひときさんって、病院行くとき自分は医者って言うんですかっていうふうに聞かれたんですよね。それで、いやー、言わないですって言ったらものすごい驚いてて、そうなんですかって驚いてて、確かに、なんで自分でも言いたくないんだろうって、考えてみると、もしかすると、相手に気を使わせるからかもしれないですね。例えば、僕が医者だっていう風に分かったら、僕は、いや、全然先生の好きにやってくださいって思うんですけど、やっぱり気を使っちゃうよね。だって僕も、僕の患者さんが医者だったら、どんなお薬がいいかなとか、どんな検査がいいかなっていうのを、自分ではこれがいいと思ってても、やっぱり聞いちゃいますもん。だから自分だったらちょっと嫌だなって思うから多分隠してるんだと思うんですよね。でも、ここからがポイントで、いや、隠すのってめちゃめちゃ難しいんですよ。例えば、普通の人はね、普通の日本人は咳が出ますって、言うんですけど、もう少し医学用語、医者の言葉では外傷があるとかって言うんですよね。咳があることを外傷があるとか言うんですけど、そういう言葉とか、医者しか使わない言葉をちょっとでも言ったらすぐにバレる。本当にすぐにバレる。他にも血液検査の結果のことをラボデータって言ったり、白血球。白血球っていうのは、体の中でばい菌をやっつける、体の中の、悪いものをやっつけるときに働く細胞なんですけど、それのことを白血球じゃなくて、Y セって言ったりとか、あとは、例えばウイルスって抗生剤使わないんですよ。細菌感染の時しか抗生剤って使わないんですけど、それって意外とみんなに知られてないので、その検査の結果がちょっとウイルスっぽい、ウイルスが原因っぽいってなった時に、僕が、じゃあ抗生剤いらないですねとか言ったら、んなんか、この人すごい詳しいなっていう風に思うんですよね、やっぱり医者は。そういう小さなところですぐに気づく。なので僕が病院に行くときはそこにものすごく気を使って、なるべくその普通の人が使うような言葉を使うように意識してます。ただその先生が、いや、白血球っていうのはって、その丁寧に詳しく説明してくれようとしたときは、ちょっとね、先生の時間も無駄になっちゃうので、僕、医者なんでわかりますよっていう風に伝えると思います。だけど、それ以外の時はなるべく言いたくないです。それで相手に気を使わせないように、しています。ということで、今回のエピソードは、あかねさんのリクエストのエピソードとなっております。もし聞いていたら、はい、ぜひシェアしてください。
よろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。